き語りを始めたけど、本当に良かったなと思う。今もあれやって、ちょっと似てんだけど、ワイングラス洗いながら俺何してんだろうって、俺ねそこまで似てたんだと思ってウケる。どうもヘブンズナストのシンです。今日はですね、初対談っていうことで YouTube 初対談なんですけど、ゲストにガイズのヤイが来てます。はい、ヤイです。で、実はですね、コラボ対談っていうことで、前半部分はガイズの YouTube の方に、載ってますんで、よかったらそっちの方チャンネル登録してチェックしてみてください。で、後半部分ここから話したいなと思うんですけど、あれはね、日本帰ってきてからの日本来てからだね。そうだね。初めて来て、でさっきなんか話聞いたんだけど、あれでしょ、アコギ一本持ってこう日本来たみたいな、漂流者的な感じで。そうだね。一回2011年、ガイズの韓国人4人で来て3年活動して、ちょっと1年ぐらい活動休止があったけど、でその時に韓国に戻って初めてバイトしたのよ。でもうずっとバンドだけだったから、初めてバイトした場所もジャズバーで、でみんなジャズバーで働いたって言ったら「歌ってたの?」みたいな、違くて普通にホールサービングして、なんだろう、楽しいのもあったけど辛いのもあって、で多分その時バイトしたのもあれだけど、まあ多分音楽やめようと思ったけどね。バイトしてる時にそうもう、まあ多分日本に戻ることもできないんだろうなと思って、でバイトしてる時になんかすっごいみんな演奏上手だから、でいい音楽聴きながらこうワイングラスを洗ってるんだけど、俺今ここで何やってんだろうと思った瞬間、ワイングラスがパスッ割れちゃったね。みたいな、もう一回行きたいと思って、日本に。でその時からいろいろちょっと調べて、ちょうどやっぱ外国人だからさ、日本に来るためにはビザっていうのも必要で、なんか方法ないかなと思って日本語がここに入ることにしたんだよね。まあ、でもある程度喋れたからさ、ビザが下りない可能性もありますよっては言われたけど、いやでもちょっとやっぱりトライしてみたいですっつって、でビザも通って、もう一回ちょっと日本で、歌ってみたいと思って、でもまあバンドも活休になってるからどうすると思って、じゃあ一人でとりあえず歌うかみたいな。それで本当にアコギ一本持って、それで太田君のあれかとかでゲームとかね、でキャリーバッグとギター一本持って本当に一人で来て、クソ寒かったけどね、1月だから。でも部屋も韓国で契約してたから、でその部屋に入って、ここからどうする、とりあえず、スタートしようと思って一人でちょっといろいろ弾き語りを始めたけど、死ぬほどね緊張してたんだよね。やっぱ一人で歌うとさ、怖いよね。バンドが今までね支えてくれてたからね。なんかみんなが俺ってこんな歌下手だったんだみたいな、あとは本当に裸になってる気持ちで、でもあちこちで一人で歌ったりして、なんかね、その時から2年違うな、1年2年ぐらい経ってまた今のメンバーで再会することになってたけど、そのやっぱ一人で歌った時間でバンドとメンバーの大事さをまた感じたっていうのが、あれは本当に良かったなと思う。今もあれやって守られてたんだなっていう感じと、仲間と一緒にやる音楽と一人というのこんな違うんだなっていうのを感じたから、度胸あるよね。いやもう大したもんだよ。楽しかったともあるし、そういやそれはでもすごい自分の人生の中でも大事な時間だったのかなって感じで、なんかさっきバーでって言ったじゃん。俺もそのアメリカのレーベルと契約して、ですごくいいお金もらってこう向こうで活動してたんだけど、それで日本帰ってきた時にやったバイトがバーだったんだけど、で俺はバーテンやってたのね。でその時に東京タワーが見えるバーだったんだけど、
おしゃれ。で俺はねもうちょっと似てんだけどワイングラス洗いながら俺何してんだろうって俺ねオレンジジュース絞りながら同じこと思ってオレンジジュース生のオレンジジュースをバーでこうカクテルで作るからわかる。その絞りながら東京タワー見ててもう涙こう仕込みの時間にこう涙流してきて俺何やってんだろうみたいなそこまで似てたんだと思ってウケる。なんかやっぱちょこちょこ話すとさ、うんなんかちょっと似てるポイントあるじゃん。うんなんか面白いねそれね。本当に俺グラスが割れた瞬間がすごいね。今も忘れはしないけど、もう一回みたいなのもあったし、本当に俺何やってんだろう。いやねなるよねもう全く同じ気持ちでマジ俺何やってんだろうでもう絶対これ変えてやると思ってこの人生変えてやろうと思って思いながらなんかジュース絞ってたより果汁出るみたいないっぱい果汁出ちゃう殺してやるみたいな。美味しかった俺はでもこの前韓国に去年かな俺が働いてたバーに遊びに行ったんだよ、お客として、で当時オーナーさんが覚えてくれていろいろサービスもしてくれたけど、やっぱり働いてた時と客として行くのが全然違って、なんだろうなリベンジなんて言うんだろうね、ちょっとやったっていうかね結構高いから、そういうバーってそうだね、ここでお酒飲めるようになって戻ったなっていうのがちょっとあって、それはちょっと楽しかったっていう。っていうかだってギター一本でさ、ここちなみにあれなんですけどヤギの家でしてそんななんかもう素敵な家に最近引っ越してきたみたいでなんかもう遊び来させてもらって本当になんかありがたいねありがとうね。そうなんかそのギター一本持ってもう何もキャディケースキャディバッグをアコギ着て最初はどこよ 1K みたいな 1K だったね本当に6畳一間みたいなちょうど6畳でキッチンも全部あれねそこからのこの家でしょ。感無量です。いや感動するよなんかたまにね俺もこのリビングで家を見ながら、自分家できた、しかも日本でなんかなんだろうな本当に感無量っていうのもあるし、頑張ったな俺っていうのもあるし、でもやっぱり辛い時間がいっぱいあったから今があるんじゃないかなと思って、なんか例えばさ辛かった時代があったじゃない、俺も日本帰ってきてオレンジジュースを絞って辛かった時代があって、俺は自分でなんで変わろうかなと思ったのは結局自分が今まであった価値観が俺結構すごくオラオラしてたからとかなんかもう俺は正しいみたいな感じで生きてきちゃったんだけど、で結局うまくいってないわけじゃん。そこで俺はバイトしてこうジュース絞ってて多分今までの生き方って間違ってたんだなって思ったのねある日でこうじゃなくやろうと思ったの。もう自分が今やってない方向に一回変えようと思って違う行動をしようと思ったんだよね。で住む場所変えたりとか俺はもともと本なんか読んだことないんだけど本をもう毎日絶対読もうとかなんかそういう行動を変えて人生変えてきたんだけど、なんかヤイはさじゃあ例えばそこの 1K から今じゃあここの家までこうね住めるようになるやり方っていうか苦労の乗り越えてどこをこう努力してこう変わっていったっていうか、それちょっと似てるところあるかもしれないけど全く同じで自分が全部正しいと思ってたところが結構あって、もうあと嫌いなものは絶対やんないとか譲らないとか、これはボーカルだぞみたいな、これが俺の生き様だとかっていうのを一回全部やめたんだよね。で全部やめて逆に全てを変えようとして全く一緒なんだよ。で生やしてもないひげも生やしてったりそういえばひげ生やしてたよね。そうで髪も伸ばしてったりなんか伸ばしてたな。そう全部変えてみようと思って、でもやっぱ変わったところもあるしちょっと無理したところもあるから、やってみてここは前の方が良かったんだよねとか、やっぱここは変えて良かったんだよねとか、あとはなんだろう人の話をちょっとよ
く聞くようになったっていうか、うん前本当にもう俺が嫌だったらやんないみたいな、わかるバンドの中で全く一緒だったこのビート嫌みたいな、うんまあ、このコード嫌みたいな、そのアレンジ絶対ダそうメだそう俺絶対歌わないみたいな、わかるでその時から今はとりあえずもう話聞いて、うんこれもやってみようみたいな、やってみんなに話聞いてこれでいいよねみんなで決めるようになったり、あとは逆にそうなんだろうね、もう大人になったっていうかなるほどね書き立てんだよね前はやっぱり、で逆になんだろうすごい才能があって自分芯があって、まあ、自分の主張が強かったら、まあそれはそれでよかったと思うけど、あんまり、まあ、同じでさ、結果出してないから、何かが間違ったっていうことじゃん。そう今がねいる場所が違うってことは何かが違う、そこからまたちょっと変えたり、あとは今思うとちょっと生活も変えたのが規則正しくする、全く一緒だ俺もとりあえず朝方にするそう朝起きてそう夜寝る俺ねにしたの。究極俺もうつもパニックもそれやってたから、もうねで睡眠薬寝る時にもやっぱ寝れないからこう飲むんだけど、治す一番の最高のもう俺何十年もそれやってたんだけど、治った理由はもう本当に朝起きてトレーニングする、運動する、もうこの2つがねもう何より一番治るマジで。それ結構大事かもしれないね。そうやっぱ朝起きるってめちゃくちゃ大事。最初はやっぱ辛いじゃん、そうなんかね、だってもう規則的に起きない。そもそもだって朝5時まで酒飲んでんだよ。そう大体朝帰りだったりさ、もうほぼてか絶対朝帰りじゃん、うん、終電で帰ること 100% ないよ。そう終電って何み終たいな電ないよね終電って帰るそう根性なしみたいなと思ったね。その時からやっぱ朝起きることになってからはやっぱちょっとそこから変わったのかな、だって韓国もそうだし30になるくらいまでは本当にすごい不規則で、夜寝れないしみたいな、で寝れないから、まあ、酒飲むしみたいな、そう毎日酒飲んでた。そうだから朝起きれないから昼間ぐらい起きてまたちょっとダラダラして、たのが今思うと、まあその時はねそれで多分よかったけど、ちょっと変わったのは規則正しい生活かな。メンタル落ち着くよね。昔はさなんかバンドが規則正しいっつったらなんかかっこ悪いと思ってる自分もだから、まあねそこからちょっと大人になってきたのかなと思って。多分死ぬまで大人になれない気もするけどね。まあ基本男はバカだし。そうだね。だからね。脳みその中にまだ20代だからさ。もう変わってないもん。そう考え方そもそも変わってない。わかる。ただまあ今の生活になって若い時より逆に健康的になったっていうのもあって、元気だよね。本当に30代より今の方が元気なんじゃないかなと思って、30代の時にみんなに目死んでるぞという聞こえたり、まあいろいろ病んでったりさ、辛い時お互いだから目死んでる時にあったんだね。いや俺はまだ死んでなかった。俺が死んでないから。俺が死んでた目が。お互いでもその時はギラギラしてて、ただ余裕がなかったっていうことに。余裕なかったね。なんかね楽しそうには見えなかったよね。人生は楽しくなかった。もうやっぱもう反骨精神でもう絶対見返してやるみたいな、なんかこのみたいな感じで生きてたよね。それから今13、4年経ってるのか。早いね。早いね。そっからこの間もねライブ出てもらって。久々7年ぶりに一緒にライブした。そうライブやって。最後に対バンしたのがソウル。そっか。でしょ。ソウルで対バンして以来か。それも本当7年ぶりぐらいだよね。そっか。ありがとうオアシスも歌ってもらっちゃって。歌ったっけ？変な入場しやがって。いやーねちょっと急になんか呼ばれてちょっとひょこっと気にしちゃって、あんななんかフレンドリーな感じの予定じゃなかったからでもなんかそこでもう俺がカッコつけて出るのもなと思って楽しかったですよ。楽しくね、場を盛り上げようと思ったら、なんかみんなあったかく迎えてくれて楽しかったね。またライブ一緒にやろうよ。もちろん。
それもねちょっと一緒に行きたいなと思って、今年行けたらいいなと思って。あ、本当。なんかあったらまた一緒に行こう。ね、またタイミングで、ね、ライブも普通に国内でももちろんまたライブやりましょう。いつやるの？ライブまだ内緒だな。てか、ヤギに頼みたいこともまたいろいろあるから。そう、またよろしくね。ということで、今日はありがとう。はい、じゃあ、ヤギの方の、ガイズの方の、YouTube、前半の方ありますんで、ぜひチェックしてください。ということで、ありがとうございました。